はい、皆さん、こんにちは。今回はね、日本での銃乱射事件についてお話ししていきます。で、今年2023年の5月、6月は、銃乱射事件が日本で起きましたよね。まず、5月ですが、2023年5月25日に、長野県中野市で、猟銃を用いた立てこもり事件が発生し、警察官2人が撃たれて亡くなりました。で、6月ですが、2023年6月14日に、岐阜市にある陸上自衛隊の日野基本射撃場で、隊員3人が銃で撃たれて死傷した事件が起きました。で、この事件では、2人の自衛官が撃たれて亡くなりました。で、ご存知の方も多いかもしれないですけど、日本は世界一銃規制が厳しいと言われており、実際に日本の銃規制はかなり厳しいんですよね。なので、日本では銃を使った事件は滅多に起きません。なので、今回の事件は世間的なインパクトがかなり大きかったと思います。で、日本の銃規制の実情ですが、日本で一般人が合法的に銃を持つことはめっちゃハードルが高いんですよね。しかも、一般人は猟銃しか持てません。ただたまに日本でもガンマニアとかで 3D プリンターで銃を作ったり、エアガンを改造して威力を高めたりすることがありますよね。また、日本でも安倍元首相が射殺された事件があったように、銃として機能するものを作るのは比較的簡単だと思いますが、命中精度や機能性がいいかどうかは別だと思います。で、私はね、クロスボウをいくつか持っていましたが、去年2022年に規制されてしまったので、警察に無償で1つ取られてしまいました。で、残りは警察に無償で渡すのは嫌だったので、知人に買い取ってもらいました。なので、日本は飛び道具の規制がかなり厳しいんですよね。で、暴力団は日本で拳銃を違法に持っていますが、おそらくフィリピンなどから組織ぐるみで密輸しているんだと思います。なので、日本では拳銃イコール暴力団が持つものだと思われている傾向にありますよね。ただ、今回みたいな自衛隊の射撃訓練は例外でしたよね。世界的に銃規制が厳しい日本ですが、自衛隊や自衛官候補生は実弾で射撃訓練を行います。今回は自衛官候補生が射撃訓練中に発砲事件を起こし、3人が撃たれて2人が亡くなりました。で、使われた銃は日本国産のアサルトライフルの89式小銃でした。で、この89式小銃は 5.56mm の弾を使ったアサルトライフルになります。なので、アメリカの AR-15 とかと同じなんですよね。犯人は18歳の自衛官候補生の男で、取り調べでは弾薬を奪うために邪魔な人を撃った。銃と弾薬を持って外に出たかったと供述していたらしいです。また、この犯人は学生時代から自衛隊やミリタリーに興味があったらしいので、おそらく本当の動機は私の憶測になりますが、銃を自由に撃ちたかったとか、銃で人を撃ってみたかったというものではないかと推測できます。で、先ほども述べたように、日本の銃規制は世界一厳しいとも言われており、日本では民間人は基本的に銃を持つことができません。確か銃規制が厳しい国は、日本やイギリスやオーストラリアや台湾や中国や北朝鮮や韓国やシンガポールなどがありますが、東アジアや中国語圏の国は銃規制が厳しい国が多いですよね。なので、こういうのもあって、日本人で合法的に銃を持ちたい人は、アメリカみたいに自由に持てません。なので、自衛官候補生になれば、銃に触れたり、銃を撃てるので、今回の犯人もおそらくそういう目的で自衛官候補生になった可能性もあると思います。で、何度かこのチャンネルでも言ってると思いますが、私も銃が好きなので、日本でも今の銃規制を緩和して、民間人の銃の所持を認めてほしいと思っています。ただやっぱり実現しそうにないですよね。私は以前アメリカのロサンゼルスの射撃場で拳銃を撃ったことがあります。銃の種類はちょっと忘れましたが、多分スミス&ウェッソンとかの 9mm の拳銃だったと思います。銃はレンタルで、弾は1箱50発を購入しました。確か10ドルぐらいだったと思います。で、射撃ってめっちゃ面白いんですよね。なので、日本でも射撃場で拳銃レンタルで撃たせてくれればいいのにと思うんですけどね。
ただ、多くの日本人はやっぱり銃にアレルギーがあるので、国民感情として感情的に銃を怖がっている上に、日本は島国で単一民族なので、民意、国民の考え方に変化が起こりにくいということもあって、銃規制緩和は実現しにくいんですよね。私が日本が多様性がなくてちょっと嫌だなって思う部分は、この単一民族で島国であるという部分なんですよね。民族的な多様性がないので、国民の意見や考え方にばらつきがない気がします。あと、日本は昔は長い間鎖国もしていましたし、島国なので他国から移民や異文化などが入ってきにくいんですよね。なので、文化や考え方などがガラパゴス化している部分が多いですよね。なので、よく日本の社会をホモジニアスな社会であるという外国人がいますが、これはかなり的確な批評だと思うんですよね。話はそれましたが、今回の自衛官候補生の銃発砲事件ですが、今回は犯人の近くに指導役の上官がいて犯人を止めたので、大事には至りませんでしたが、もし仮に誰も止められないで犯人が銃と弾薬を持って外に出ちゃったらどうなるのかを考えていきます。また、そのようなシチュエーションは起きうるのかをお話ししていきます。はい。で、まずね、犯人が正面から銃を向けてきて、犯人の後ろや近くに止める人が誰もいない場合を考えていきます。要は、犯人の正面にしか人がいない場合を考えてみると、この場合は正面から銃を向けられたら誰も動けないので止められないですよね。犯人との距離が近ければ、肉弾戦とかが強い人なら銃を掴んで犯人を張り倒して阻止することはできるかもしれないですけど、距離が離れていたら銃を向けられた時点でどんなに強い人でも止めるのは無理だと思います。というのは、止めようとしたら撃たれちゃいますからね。仮に隙を見て射殺できたとしても、そもそも射殺するのかが疑問ですよね。というのは、法律的に日本だと自衛隊であっても訓練中におかしなやつを射殺していいことにはならないと思うんですよね。なので、下手したら殺人罪になってしまうので、多分誰も犯人を射殺しようとは思わないと思うんですよね。というのは、日本は銃社会ではないですし、銃乱射事件も今までにほとんど起きてないので、正当防衛で犯人を撃つことが認められるのかが疑問ですよね。これはもちろん自衛隊員でも警察みたいに凶悪犯に発砲できる権利はないので同じだと思います。なので、下手したら殺人罪になってしまうので、訓練中におかしい奴が現れたからといって、とっさに撃たなきゃやばいと思っても撃てないと思います。要は、銃社会ではない日本でアメリカみたいに正当防衛で犯人を撃つことが認められるかですよね。前例がない分、リスクはかなり高いと思います。なのでむしろ今回みたいに日本で銃乱射事件が起きた方が警察以外は銃で反撃できないと思うので怖い気がします。なので現実的にはもし犯人が自衛隊の訓練場の外に出ちゃっても警察を待つことしかできなさそうですよね。ただもし外に出ちゃった場合、最悪周辺住民に銃を乱射してしまう可能性もありますよね。あと、日本の警察は拳銃しか持っていないので、犯人と銃撃戦になった時に、小銃と拳銃では小銃の方が強いので、警察も撃たれちゃう可能性もありますよね。なので、周辺住民や警察が撃たれて、特殊部隊が来て、ようやく犯人を説得するなり、射殺するなりして収束するという状況もあり得ます。これはあくまでもかなり悪い状況ですが、もっと最悪な状況は、犯人が銃を持ったまま市街地などの人の多い場所に行ってから銃乱射をしたら被害者が増えちゃうかもしれないですよね。なので、訓練であっても銃を持たせるとそういうことも起こり得るので、リスクは高いと思います。ただ、今回の自衛官候補生がおかしかったのは間違いないと思うので、今回のような事件は滅多にないと思います。銃乱射事件であれ、どんな事件であれ、本質的には銃の問題ではなく、人の問題であることは間違いないと思います。はい。ということで、今回のような事件は、自衛隊員以外の人も撃たれたりして巻き込まれる可能性が高いので、今後の社会的な課題になってくると思います。で、ちょっと話は変わりますが、私が長年自衛隊に対して抱いていた疑問があります。なんで自衛隊はわざわざ高い値段を払って日本国内にしかない89式なんて使っているのかがかなり疑問なんですよね。89式は飽和工業という日本の企業が作っている銃で、世界的には普及していないので、どこの国の軍隊とも互換性がないんですよね。なので、なんで89式とか20式とかの互換性のない国産の高い銃をわざわざ使うのかが疑問です。はい。で、次にね、アメリカの銃乱射事件についてもお話ししていきたいと思います。アメリカだと銃乱射事件は毎年数百件とか起きてると思うんですけど、
思うに、なんで人を撃つのかですよね。目には目を、歯には歯をっていう言葉がありますが、もちろん法治国家ではこんなことはダメなんですけど、例えば悪口を言われたら言い返せばよくて、殴られたら殴り返せばいいですけど、刺されてないなら刺す必要はなくて、撃たれてないなら撃つ必要ないでしょうって思いませんかね。この理屈で言うと、世界中の戦争や人殺しなんて起きないんですけどね。というのは、殺されてないなら誰も殺す必要ないじゃないですか。殺されてたら何もできないですけどね。なので、人を撃ったり殺したりするのは、たとえ誰かが憎くてもやりすぎですよね。で、銃乱射事件ってアメリカ特有の問題って言っても過言じゃないと思います。なぜなら、タイやスロバキアやオーストリアなど銃規制の緩い国はアメリカ以外にもありますが、アメリカ以外の国ではアメリカみたいに乱射事件が頻発していないので、銃乱射事件はぶっちゃけアメリカだけの問題って言っても過言じゃないんですよね。つまり、銃の問題ではなくアメリカの問題なんですよね。アメリカ社会が病んでるんだと思います。なので、日本人はよく日本で銃規制を緩和するとアメリカみたいになるって言ってる人がいますが、この指摘は的確ではないと思います。なぜなら、日本とアメリカは別の国ですよね。あと、現状日本は治安がいいので、たとえ日本で銃規制を緩和しても、私はアメリカみたいにはならないと思っています。例えば、ミャンマーとかで銃規制を緩和したら、多分そこら中で銃撃戦だらけになってやばいことになりますが、現状治安がいい日本では銃が持てるようになっても多分治安は変わらないと思うんですよね。はい。で、次にね、アメリカよりも日本や台湾でアサルトライフルを持った方がいい理由についてもお話ししていきます。一般人がアサルトライフルを持たなければいけない理由ってアメリカだとないと思うんですよね。ガンマニアとか以外はほぼ銃乱射事件に使われてますし、護身用だったら拳銃で十分じゃないですか。むしろ日本や台湾の方がアサルトライフルを持つ必要がある気がします。これは銃のニーズがアメリカと異なる理由になるのですが、日本や台湾では他国、例えば中国などからの侵略に備えて銃があると安心ですよね。特に台湾はウクライナの二の舞になる可能性があります。で、日本も油断できませんよね。なので、スイスやフィンランドのように他国の軍が侵攻してきて戦わざるを得ない時のために、備えあれば憂いなしで各家庭にアサルトライフルを置いとくのがいいと思います。逆にアメリカが他国から侵略されることは考えにくいので、アメリカでは民間人がアサルトライフルを持つ必要性がないと思うんですよね。で、こう言うと多分アメリカ人は銃を持つことは国民の権利だとか言いそうですけどね。おそらくアメリカ人が銃を持ちたい理由は、アメリカでは自分に危害を加えるかもしれない人が銃を持ってるかもしれないので、自分も持ってないと不安だからという理由から銃を所持する人が多いんだと思います。特にコロナ禍になって以来、アジア系の人に対するヘイトクライム、暴力などが増加しているので、そういうのから身を守るために銃を持つアジア系の人が増えたみたいです。たださすがにアサルトライフルで身を守らないといけない状況ってどういう状況なんでしょうかね。戦争してるわけじゃあるまいし、護身用なら拳銃で十分ですよね。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。